はい、ナスタベです。気になってたところを巡っていきます。ちょっと食べてきます。はい、湯畑すぐ近くの月の井です。ここは湯畑通るたびに気になってたケーキ屋さんです。この丸い氷最高じゃない？で、この見て、シュークリームめちゃくちゃ大きくて、普通のケーキを頼もうと思ったんだけど、シュークリームに惹かれすぎてこれにしちゃった。で、アイスティー、さっきの結構量が多くて、それも嬉しかったポイント。見て、このクリームやばくない？生地もサックサクで結構食べ応えが、見ての通り。カスタード好きさんに超おすすめのところです。店内は奥にも席があるので意外と広かったです。なんかもうスイーツってなんでこんなに人を幸せにするんでしょうね。ここね、ケーキ以外にも見てこれやばい、ピザ窯があるのでピザも食べれたり、この間ピザ食べたんだけど、早飲み競争始まってます。ピザもめっちゃ美味しかった。続いてのカフェはなんだっけ、ここカフェワトワです。店内がめちゃくちゃおしゃれで、クレープが有名っぽいのでクレープにしました。なんかね、一番食べたかったやつは売り切れだったので早めに行くことをおすすめ。結構ね、いつでも混んでるイメージなのでオープン時間に合わせていくと良いかと思います。みんなクレープの食べ方どうやって食べてる？私はちょっと破いてって食べてないのかな、ちょっと分かんなくなっちゃった、久々すぎて。破いて今揚げてたからいつもそうやって食べてんのかもしれない。でね、これはクリームがめっちゃたっぷり入ってて甘党にはおすすめ。ほら、ここでもさ、分厚いのわかる？クリームがいっぱい入ってる証拠。ここが分厚いって。この手元って結構細いイメージあるんだけど、クレープ。これは手元までぶっといので、クリームたっぷりんこって感じでちょっと贅沢な稼働で一人で座ってました。続いてカフェアスペン。ここもね、ずっと気になってたんだけどちょっと遠いのとなかなか予定が合わずに来れずにいたところ、ここの接客が最高でした。まずほんで梅ジュース、なんかこの辺梅ジュース多いのかな、なんか自家製梅ジュー
スみたいのをたまに売ってるイメージなので、それか梅が作りやすいのかどっちか。これはしらすピザ。結構和風のピザ好き。チーズは思ったより伸びなかったけど M サイズで1人で十分なサイズ、ちょうどいいサイズって感じ。梅酒とかでもあるあるなんだけど、この梅ってさ、みんな食べる？なんか私はもったいない成人だから食べたくなっちゃうんだけど、実際そんなに使ってる梅そんなに美味しくなくない？でもね、取りたくなっちゃうんだよね。悪戦苦闘中。あ、ミントがついてしまって、はい、手を使いましたやばい、最高すぎる。やってるっぽいぞ。ここはね、リベンジなの。コーヒー屋さん、メルボルンスタイルのコーヒー屋さん。この後メルボルンに行く予定だったので、そしたらメルボルンのパンフレットとかも置いてあって最高でした。で、なんかここで働いてる方はメルボルンに行ったバリスタとかも結構いるみたいで、親近感が湧きました。また行きたかったんだけど行く時間なかったよ。五山の湯、ここも湯畑のすぐ近くにあったからずっと気になってたんだけど、入湯料かかるんだよなって思ってケチってたところだけど、もうすぐ草津が終わるよってことで行きましたお湯はね、なんか熱いお湯とちょうどいいお湯、でも結構厚めだったけど入ってきて2種類のお湯が楽しめて、なんかね、この古き良きみたいな温泉のところで天井が高くて木で作られたような温泉ですごく落ち着くところでした。洗い場はありません。休憩所っていいよね、温泉の。あそこ結構好きで、続いてここもね、結構通るバスターミナル行く途中に通るところなんだけど、だからよく見てたんだけど、今日は満席ですっていう看板ばっかり見てたから、人気店なんだなって。あと予約で満席ですみたいな、結構予約しないと夜の居酒屋は行けないみたいで。で、見て、このランチできたんですけどね、ひもかわうどん、こんなチロ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 のさ、ひもかわうどん初めてでさ、ひもかわうどんって何回ぐらい食べたんだろう。数回食べたけど、こんなチルンチルンのひもかわうどんは初めてでした。しかもごまだれにつける。ごまだれは別にそんな好きじゃないタイプなんだけど、ここのごまだれやばすぎて、いつもしゃぶしゃぶとかはポン酢派なの、ごまだれより。だけどこのごまだれを飲んだら、もう今後のしゃぶしゃぶはポン酢じゃなくてごまだれ派にちょっとそうしようかなって思ったごまだれでした。
かもこれ温泉の後だったからなお良かったよね。このねよく合うんですよ、ごまだれとよく絡んでね、すっごい素敵なひもかわうどん食べたいなって思ったら絶対ここに来てください。本当に今でも忘れられないぐらいごまだれだけじゃなくてひもかわうどんもチルチルで美味しかったっていう話で、次はいよいよ草津の最終回。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。